江戸日和へようこそ。おっとっと、これはただごとじゃねえや。江戸城が燃えてるって噂が江戸中を駆け抜けたのはある静かな夜のこと。身元不明、燃焼速度異常、まるで誰かが仕組んだかのように城内を火が走ったって話だ。今日は江戸最大級の未解決事件、江戸城大火の謎。誰が火を放ったのか、その真相に迫りやす。江戸城を包んだ謎の火柱。江戸城を包んだ謎の火柱。明暦3年、江戸が燃えた夜。おいおい、本丸が燃えてるってのは本当かい？夜空が真っ赤に染まり、江戸の町に悲鳴が響き渡る。1657年、明暦3年正月18日、突如として江戸の空に立ち上った巨大な火柱は、町人も武士も分け隔てなく飲み込み、江戸の中心、千代田城の本丸までもが炎に包まれた。この明暦の大火は、ただの火事ではなかった。出火は本郷、本明寺付近。乾いた空気と強風に煽られ、火は瞬く間に広がり、江戸の三分の2を焼き尽くした。瓦版や日記には、夜中に飛び起きた人々が江戸城が燃えてると叫びながら逃げ惑う様子が記されている。大名屋敷、旗本屋敷、町屋の区別なく、あらゆる建物が灰と化し、江戸の景色は一夜にして変わってしまった。後世、振袖火事とも呼ばれるこの災害は2日間燃え続け、死者は10万人を超えたとも言われる。だが、なぜ火はここまで広がったのか。本当に偶然の火事だったのか、それとも誰かが意図的に火を放ったのか。江戸最大のミステリーが今炎の中からよみがえる。江戸城大火。それは単なる火事ではなかった。複数の大火が同時期に発生し、風に乗って飛び火し、江戸全体を飲み込んだという、まさに複合災害の姿だ。当時の記録によれば、火は本郷、本明寺付近を皮切りにあちこちで次々と発生。しかもその頃、江戸は80日近く雨が降らず、空気はカラカラ。そこに強風が重なったことで、火の粉はまるで生き物のように跳ね回り、千代田区、中央区一帯を焼き尽くした。焼けたのは町屋だけじゃない。大名屋敷、旗本屋敷、橋、寺社、倉庫、そして江戸城の本丸までもが灰に、西の丸だけが奇跡的に焼け残ったという。当時の防火体制はまだ未熟で、延焼を止めるには建物を壊して火の道を断つ破壊消火しかなかった。だが火の勢いはそれすらも追いつかないほどだった。この火災は単なる失火ではない。江戸という巨大都市を一夜にして壊滅させた未曾有の都市災害だったのだ。火元はどこだ。天守は無事か。証言が語る江戸城大火の謎。火元はどこだ。まさか城の中からじゃあるめえな。明暦の大火が巻き起こした混乱の中、町にはさまざまな噂が飛び交った。本明寺の坊主が焼こうとした振袖に火が燃え移り、そこから大火になったという話。いやいや、あれはただの作り話で、実際は本郷のどこかで火が上がったんだという町人の証言。瓦版には城の中も燃えたと書かれているのに、幕府の公式記録では被害の詳細はほとんど語られていない。さらに一部の記録にはこんな不穏な記述もある。出火地点には燃えるものが少なかった。火の回り方が不自然だった。まるで誰かが意図的に火を放ったかのように。そしてもう一つの謎が天守だ。あの巨大な江戸城天守はこの火災で焼け落ちた。だがなぜか再建されることはなかった。幕府内では再建をめぐって議論が交わされたが、保科正之の民の暮らしを優先すべしという一言で再建は見送られたとも言われている。こうして火元はどこだったのか、本当にただの事故だったのか、天守を再建しなかったのは財政の問題か、それとも別の理由が。資料と伝承が交錯し、真相は今も炎の向こうに霞んだまま。江戸城大火、それは記録に残る巨大災害であると同時に、今なお謎を秘めた未解決事件なのだ。放火説がささやかれた理由、自然発火じゃ説明できない不自然な燃焼ルートの謎。おかしい火の回り方がどうにも妙だ。明暦3年の冬、江戸は記録的な乾燥と強風に見舞われていた。火がつけばたちまち燃え広がる、そんな気象条件だったのは確かだ。だが残された資料をよく読むとどうにも引っかかる点がある。火は本明寺のある本郷周辺だけでなく、ほぼ同時に複数の場所で発生。しかも延焼のルートにはどうしてそこに火が飛んだのか説明がつかないと記された箇所もある。例えば城郭の周囲、火の粉が届くには距離がありすぎるのになぜか燃えている。風のせいというにはあまりに都合が良すぎる。こうした記録が当時の人々にささやかせたのだ。これ本当にただの火事か。誰かが火を放ったんじゃねえのか。
天候だけでは説明しきれない現象の不自然さこそが後に語られる放火説の火種になったというわけだ。火消しもおかしいとうなった異常すぎる火の周り。おい、半鐘を鳴らせ。で、もう次の町が燃えてやがる。明暦3年の江戸を襲った大火その火の回り方に誰よりも驚いたのは火事場の最前線にいた町火消したちだった。当時の瓦版や記録にはこんな声が残っている。火の周りが尋常じゃねえ。鐘を打っても追いつかねえ速さだった。火はまるで生き物のように風に乗って一気に広がり、気づけば城の中からも火の手が上がっていたという。もちろん江戸の冬はからっ風が吹き荒れ、火が広がりやすい季節だった。それでも火消したちは首をかしげた。なんであんなに速えんだ。なんであの方向にだけ火が走ったんだ。一部の記録には火が進んだ先に燃えるものが少なかったはずなのにという観察もある。火の勢いと進行ルートがあまりにも計算されたようだったのだ。こうした現場の違和感がやがて一つの疑念を生む。これは誰かが仕組んだ火事なんじゃねえか。火消しの女神た異常な火。その証言が江戸中に放火説という火種をまき散らすことになったのだった。なぜ城の中から火が。疑われた内部の手。おい、見ろよ、火が城の中から上がってるぞ。町人たちが空を見上げて凍りついた。火の手はなんと江戸城の本丸からも上がっていたのだ。火元は本明寺の当たりそう言われていたはずなのに、なぜ城の中まで燃えている。しかも幕府の公的記録は出火原因や被害の詳細についてやけにあっさりとしか触れていない。一方、瓦版や町の噂では大名の下屋敷あたりが怪しい城内の誰かが関わっていたんじゃないかなんて話が飛び交っていた。記録を読み比べると妙な食い違いもある。火元の位置、燃焼の方向、焼けた範囲どれも一致しない。まるで何かを隠そうとしているかのように。さらにこんな噂まで流れた。城の再建で儲けるためにわざと火を放った連中がいるらしい。下屋敷での不始末を隠すために火を広げたんじゃねえか。こうして火は町だけでなく江戸中の疑念にも火をつけた。これはただの火事じゃない、誰かが仕組んだ事件だ。こうした記録の矛盾に注目し、自己説、放火説、政治的な意図説などさまざまな仮説を立ててきた。火元の曖昧さと記録の食い違いが木内の誰かが関わっていたのではという疑念を生み、江戸城大火はただの災害ではなく謎を秘めた事件として語り継がれることになったのだ。浮上した容疑者たち。恨みか陰謀か火の裏に見え隠れする武家の対立。火をつけたのはあの藩じゃねえのか。江戸の町にそんな噂が流れたのも無理はなかった。何せ焼けたのは町人の長屋だけじゃない。大名屋敷、旗本屋敷、そして江戸城の本丸までもが灰になったのだ。明暦3年当時、江戸は幕府の政治と経済の中心。大名たちは屋敷の配置替えや領地の扱いをめぐって日々火花を散らしていた。そんな中で起きた大火。焼けた屋敷の再建、敷地の再配分、莫大な費用と手間がかかるその過程で得をした者がいた。瓦版や後世の評伝にはこんな話が残っている。焼けたことでより良い場所に屋敷を移せた大名がいた。再建の名目で幕府から多額の資金を引き出した者がいた。火事の後急に出世した家があるらしい。こうした話が積み重なり、人々はこう考え始めた。もしかして火をつけたのは得をした誰かなんじゃないか。偶然の火災ではなく火をきっかけに利を得た者がいるという構図が武家の対立という背景と結びついて放火説にリアリティを与えていったのだ。失われた記録と禁じられた話題幕府は何を隠した。おかしいこの記録、肝心なところが書かれてね。明暦の大火について幕府が残した公式記録は実にあっさりしたものだった。被害の概要、復旧の方針、再建の手順、それだけ。出火の詳細や火の回り方、木内の被害についてはほとんど触れられていない。一方で町人の日記や瓦版にはもっと生々しい描写があふれていた。火は夜半に本明寺から上がった。城の中から火柱が見えた。逃げ惑う人々の叫びが響いた。ところがこうした記述は幕府の記録には一切登場しない。この食い違いが江戸の人々にこう思わせたのだ。お上は何かを隠してるんじゃねえか。さらに拍車をかけたのが振袖火事や本明寺の呪いといった逸話の数々。幕府はそれらを明確に否定することもなく、ただ曖昧にやり過ごした。その沈黙がかえって火に油を注いだ。瓦版はそんな語られなかった話を面白おかしく広めていく。そして町の人々の間には
こうした噂が根を張っていった。記録にないことこそが本当のことなんじゃないか。記録にぽっかり開いた穴そのものが放火説や陰謀論の燃料になったってわけだ。あっしじゃねえ。長屋で生まれた噂と都市伝説。おい、聞いたか？あの火事、老人が火つけたって話だぜ。いやいや、振袖を燃やしたらたたりが出たってんだよ。江戸の町では火事の後、長屋の井戸端でこんな会話が飛び交っていた。庶民の情報源は瓦版と口づて、そして瓦版はセンセーショナルな話が大好物だった。夜中に怪しい荷を運んでた奴がいた。火事の後、あの大名だけ屋敷が広くなったらしい。振袖を焼いたら女の霊が出てきたってよ。こうして事実と噂と怪談がごちゃ混ぜになり、火事はいつしか事件になり、事件はたたりになり、たたりは都市伝説になっていった。特に人気だったのが振袖火事の話。若い娘が亡くなった後、振袖を寺で焼いたら火が舞い上がり、それが本明寺に漏れ移ったという怪談。数字も場所も時間も語られるたびにどんどん膨らんでいった。そしてこうした話が広まるにつれ、放火説はただの噂じゃなく、みんなが信じる常識になっていったのだ。長屋の井戸端会議と瓦版の見出しが合わさって、火事の真相はますます見えなくなり、江戸城大火は謎の事件として語り継がれることになったってわけさ。文献が示す別のシナリオ、内部の不手際か、計画的犯行か。江戸最大の火災、明暦の大火、その真犯人は果たして存在したのか。この火事は乾燥、強風、木造密集という悪条件が重なった巨大な自然災害だった。実際1657年の冬は異常なまでに乾いていた。火が広がるには十分すぎるほどの条件が揃っていたのだ。いや、自然現象だけでは説明がつかない。瓦版や町人の日記、幕府の記録を照らし合わせると、出火の時間や場所、火の回り方に食い違いがある。本明寺が最初の火元とする説もあれば、他の場所の出火が同時に記録されているものもある。この矛盾をどう見るか。内部の不手際、あるいは意図的な関与を完全には否定できない。火の回りが異常に早かったこと、幕府の記録が妙に簡略だったこと、再建で得をした者がいたこと、自然災害説が主流ではあるが、人為的な火の可能性も完全には消えていないのだ。決定的な証拠はまだ見つかっていない。だが資料の矛盾が語るのは、この火事にはまだ語られていない何かがあるということ。火元の矛盾が語るもう一つのシナリオ。火は本明寺から上がった。いや、小石川でも麹町でも同じ頃に火の手が見えたという。資料を読み解くと、出火の場所も時間も記録によってバラバラ。本当にただの火事だったのか。こうして浮かび上がったのが3つの別のシナリオだ。連鎖的自然失火説、乾燥と強風が重なり、あちこちで自然に火が出た。江戸の町は木と紙でできていた。火が走るには十分すぎる条件だった。この説は気象条件の説明力が高く、最も現実的とされている。同時多発放火説、複数のものあるいは組織が同時に火を放った。証拠は乏しいが、出火のタイミングや場所の不自然さがこの説を支えている。事故に見せかけた意図的放火説、一部は偶発的な火事に見せかけられたが、実は裏で得をする誰かが火を仕組んでいたのでは。再建で利を得た勢力の存在がこの説に重みを与えている。どの説にも一理ある。どの説にも矛盾がある。火元の矛盾が生んだのは完全な自然災害説では片付かないという違和感だが、同時に単独の真犯人がいたと断定する証拠もまだ見つかっていない。江戸城大火の真相は未だ霧の中だが、資料の隙間から見えてくる別の物語は確かに存在しているのだ。江戸城再建と利権の影。火事の後、あの藩だけ妙に動きが早かったんだとよ。石垣の不審を請け負ったのは加賀の前田様だって話じゃねえか。明暦の大火で江戸城の天守本丸御殿の一部が焼け落ちた。幕府はすぐに再建と復興に乗り出し、大名たちに土木工事や資材調達を命じた。その中には加賀前田家の名もある。石垣の工事を任されたという記録が今も残っている。さらに火災から半世紀後の正徳2年1712年には天守再建の案も検討された。結局財政や政治的判断から再建は見送られたが、この一連の再建計画には莫大な資金と労力が動いた。当然そこには利権が生まれる。誰がどの工事を請け負うか、どの土地が再配分されるか、どの藩が顔を立てるか。瓦版や町の噂は
こうささやいた。火事の後得をした者がいる。もしかして最初からそれが狙いだったんじゃ。再建で利益を得た者がいたことは事実としても、だから火を放ったと結びつける決定的な証拠はまだ見つかっていない。再建にまつわる利権構造は確かに疑念を呼ぶ。だがそれが犯行の動機だったと断定するにはまだ材料が足りない。火の粉は消えてもその裏で誰が笑ったのか、その答えは未だ資料の闇の中にある。事故か事件か、江戸状態かは事故か事件か。文献が語る最終明。1657年明暦3年、江戸の空に立ち上った火柱は町を焼き城を焼き、そして人々の記憶に深く刻まれた。この火災は長期の乾燥、強風、そして木造密集という都市構造がもたらした巨大な自然災害だった。複数箇所での出火、急速な延焼、それらは気象と都市設計の脆さが生んだものだった。だが資料の中にはまだ火の粉が待っている。瓦版には老人の放火説、町人の日記には出火点の食い違い、振袖火事の怪談も今なお語り継がれている。自然要因が主因であることは確かだ。だが人為的関与の可能性も完全には否定できない。江戸城大火は事故だったのか、それとも誰かが仕組んだ事件だったのか。文献は自然災害としての説明力を持つ。だが矛盾点が残る以上真相はまだ完全には解き明かされていない。火は消えただが謎は今も江戸の空にくすぶり続けている。視聴者よ、どう思う？江戸最大級の未解決事件に迫る。さて、ここまで見てくれたあんたに最後の問いを投げかけよう。江戸の空を焦がしたあの火事、あれは本当にただの天災だったのか、それとも誰かが仕組んだ事件だったのか。分かっているのはこれだけだ。1657年江戸の3分の2が焼け落ち、10万人とも言われる命が失われたこと、乾いた空気と強風、木と紙でできた町が火を呼び込んだこと。けれど瓦版や町人の口からは放火、陰謀、たたりの話が止まらなかったこと、そして火の後に再建で得をした者がいたこと。資料は語るけれど語らぬこともある。火の記録と人々の語り、その間に揺れるのがこの江戸城大火という未解決事件なんだ。あっしはこう思う。真相は灰の下にうずもれて羽織るが、灰の縁に残された手がかりは今も何かを語りかけてくる。さあ今度はあんたの番だ。気象と都市構造の説明力を信じるか、それとも資料の矛盾と噂の火種に目を向けるか。江戸最大の火事はただの災害じゃない。それは歴史をどう読むかを我々に問いかける永遠のミステリーなのさ。火は消えても謎は燃え続ける。江戸の空を焦がしたあの火柱、それはただの火災だったのか、それとも誰かが仕組んだ事件だったのか。資料は語るけれど語らぬこともある。本名字の振袖、木内の火の手、再建で得をした者たち、すべてが灰の中にうずもれている。あっしはこう思う。真相はまだ燃え残ってるけど、その煙の向こうに何かが見え隠れしてる気がしてならねえんだ。さあ今度はあんたの番だ。この火事、事故だと思うかい、それとも事件だったと思うかい。コメント欄であんたの推理を聞かせておくれ。江戸最大の未解決事件、その謎を解く鍵はもしかしたらあんたの一言かもしれねえ。火は消えても謎は燃え続ける。また次の江戸事件簿で会おうぜ。